プラレール。その魅力とは、独創的で洗練されたギミックの数々である。技術工作によって、プラレールの魅力を追求するのが、プラレール工学である。今回のテーマは、ジャイロ効果。100年前に開発された、普通のレール一本の上をバランスをとって走る、幻の鉄道車両、ジャイロモノレールの原型を、プラレールで作っていく動画である。ジャイロモノレールは、1900年代初めに、イギリスの技師、ブレナンにより提案された。モノレールという名前ながら、ジャイロモノレールは一般的なモノレールと大きく異なり、普通の鉄道の細いレール一本の上を、バランスを取りながら走行する。このことで、必要なレールを普通の鉄道の半分に減らし、設備のコスト削減ができるほか、原理的に、カーブでの車体傾斜による高速運転ができると期待されたのだ。ジャイロモノレールの研究は模型から始まり、1910年には、実用サイズの車両が製作、実演された。ジャイロモノレールは、車体に搭載した高速回転するホイールの、ジャイロ効果により車体を安定させる。ジャイロ効果は、回転するコマが倒れないことを説明する物理現象としてよく知られているが、簡単に言えば、車両にコマを乗せ、コマが姿勢を保つ力で車両を安定させるのが、ジャイロモノレールなのだ。これ以上の説明はややこしいので後にして、まずは製作過程を紹介していく。実は、ジャイロモノレールを作る構想は前からあったものの、手持ちのワッシャーをコマに使って試すも全然うまくいかず、先延ばし状態になっていた。しかし、ネット上の作例を探したところ、こんなものを発見。ギリギリ市販のサイズの特大ワッシャーと模型用モーターで自立できると分かったので、これを参考にさせていただき、プラレールでのジャイロモノレール製作をやってみる。特大ワッシャーと、こちらもよく工作に使うタミヤのプーリー S セットを用意。一番小さいプーリーと大きいプーリーを 1.9 ミリのブッシュで合体し、裏面を上にして強力両面テープを貼ったワッシャーに、小さいプーリー側を押し込んで、ホイールを作る。タミヤのユニバーサルプレート、ユニバーサルアームセット付属の部品と、1ミリプラ板を使って、このように、モーターを固定する針を作る。横の部分に取り付けた L 字パーツは、穴がホイールより1ミリほど高いくらいが一番安定するようだ。プラレールのレールで適当な土台を作り、安定性テスト。しっかり自立することが確認できた。次に、プラレールサイズの二輪台車を作っていく。台車は、セリアの1ミリプラ板を2枚重ねにしただけ。軸から取り外したプラレール車輪に鍋ネジを通し、タミヤの L 字パーツを軸受けにして台車に固定した。ゴム付きの車輪の上側には、動力伝達のための切り込みを入れてある。あとはどうやって車輪を回すかだが、前回の高速プラレールでも使った、ゴム付きの車輪とギアを直接接触させる方法が楽そうだ。軸を通したプラレール吸動力のギアを、台車にそのまま乗せて、プラレール車輪のゴムに接触するように、位置を合わせて固定した。その上には、プチ電車のホームギア付きモーターを高さを合わせて接着。プラレールギアの波数が18、車輪の約3分の1の直径なので、だいたい50分の1の遅めの減速比になるはずである。あとは部品をトッピングして配線するだけ。電源は単4電池2本とし、ジャイロと走行用モーターは別々のスイッチで動かせるようにした。走行用モーターはパワーを落とすためダイオードを挟み、ジャイロモーターは自由に動けるよう、100円ショップの柔軟なイヤホンコードを長めに使って配線した。これで完成。
製作難航を予想していたが、わずか半日で作れてしまった。ジャイロ効果について軽く説明する。回転している円盤上の4つの点を考える。回転中、それぞれの点は矢印の向き、つまり円の接線方向に進んでいる。これを、そのうち点、A と C を通る線を中心に、傾けてみる。すると、点、B と D は、進行方向は変わらずに、位置だけ変わるのに対し、点、A と C は、進む向きが斜めにねじ曲げられる。物体の運動方向が急に曲げられると、物体の勢いにより、曲げ方向とは逆に反作用が発生する。円盤では、点、A と C の運動する向きの曲げの反作用により、円盤を手前に倒す力が発生する。このように、円盤が倒れると、倒した方向と直角に倒れたがる力が発生するのが、ジャイロ効果である。ジャイロモノレールでは、例えば車両が左に押された場合、ジャイロ効果により、コマは映像奥向きに傾く。その傾きによるジャイロ効果で、さらに映像右方向の力が発生し、車体を倒す力に反発する。つまり、車体が安定するには、コマ全体の首振り、再差運動が必要不可欠なのだ。せっかくなので、ブレナンのモノレール風の車体をプラ板から作った。先ほどのジャイロモノレールの、電池ボックス部分に被せるだけで、簡単にイメチェンできる。ここまで非常に安定した走りを見せたジャイロモノレールだが、実は大きな欠点がある。S 字を走らせてみる。逆カーブに進入してすぐに、倒れてしまった。よく見ると、コマが急に傾き出し、限界まで倒れて、車体を支えられなくなっている。このジャイロモノレールは、左カーブを曲がれないのである。マガレールで作った緩い左カーブを試してみる。ポイントレールでのわずかな左カーブは突破した。マガレールも突破したが、通過中コマは大きく傾き、車両は、再差で大きく左右に揺れ出す。直線区間で限界になり、転覆した。これは車両の作りが悪いわけではなく、ホイール1個では原理的に、一方のカーブしか曲がれないらしい。急カーブかどうかに関わらず、左カーブを長く走るほどホイールが不安定になってしまうのだ。ホイールの回転を逆にすれば左カーブは走れるが、今度は右カーブを走れなくなってしまう。しかし、100年前のブレナンのモノレールでは、すでにこの問題を対策していた。
お互い逆回転のホイールを2つ乗せることで、右左両方のカーブを走れるようになるのだ。各ホイールは軸が連動し、左右対称に傾くようになっている。今回のジャイロモノレールも、逆回転のホイールを搭載すれば、左カーブでも安定して走れるはずである。ホイールを2個にする前に、シングル状態で少し改良。ノーマルモーター駆動の新しいホイールを製作し、電池を単4から単3に変えた。走行成功。手持ちのトルクチューンモーターが1個なので、ノーマルでできるか試したかったのと、電池の消耗が激しいのを解決する目的だったが、特に性能が落ちることもなく、安定して走れた。ホイールをもう1個作り、搭載した車両がこちら。プラ棒で作ったリンクにより、ホイールの傾斜角度が同じになるようにした。電池は合わせて3本。車両上にスペースがないので、床下に詰め込む形になった。それでは走行開始。なんとか走行に成功した。8の字コースを一周できたので、ツインジャイロは明らかに効果があると分かった。しかし、長くても40秒程度しか走れず、微調整しないとすぐ立たなくなるので、シングルよりかなり難しい。これ以上安定化するには、ホイールなどの工作精度が必要で、作り方から変える必要があるように思う。さすがに長い道のりになりそうなので、ツインジャイロの開発はここまでにする。ジャイロモノレールの課題はもう一つある。シングルジャイロでは、最長2分程度走れるが、最終的には車体の横揺れが大きくなって転覆する。ジャイロモノレールがずっと走るためには、再差運動を制御する難しい機構が必要なのだ。ジャイロモノレールの話はかなり奥深く、詳細な研究結果をまとめられたブログや、精巧な車両の走行動画が投稿されているので、興味があれば、ぜひ検索していただければと思う。ツインジャイロは走らせるのが大変なので、単3電池駆動のシングルジャイロに戻し、ボディをやや拡幅して、単3電池ボックスに被せられるようにした。走行用の電源は電池1本から取り、ダイオードなしで作れるようになった。安定した走行である。おそらく、一番作りやすく遊びやすい形なので、これを保存版とし、ジャイロモノレールの開発を終了する。今回のジャイロモノレールは、シングルなら意外と簡単に作れるので、ぜひ挑戦していただければと思う。また、ジャイロモノレールではないが、いくつかジャイロを使ったおもちゃも販売されているので、そのようなおもちゃを買って、ジャイロ効果を感じながら眺めてみても楽しいと思う。皆さんもぜひ、奥深いジャイロの世界に触れてみてはいかがだろうか？